チャプター5の発売から約1ヶ月が経ちました。先日、モブの制作者の一人であるアンバー氏が、これまで公開されてきたアートワークについて、答え合わせともいえる解説動画を投稿されました。この動画は、考察勢にとってまさに地獄のようなこれまで積み上げてきた考察の整合性を確かめる内容であり、同時にアートワークに込められていた意味を翻訳しながら振り返っていきます。ただ、前提としてお伝えしておきます。私は、考察が合っていたか、間違っていたかという結果そのものをそこまで重視していません。もし合っていれば、それはこれまで出してきた答えに至るまでのプロセスが正しかった証明になります。もし間違っていたとしても、解釈を修正することで、次の考察へとつながります。ホラムビです。アダムの創造。今回触れるのは、過去に考察してきたアートワークのみです。まずは、アダムの創造をオマージュしたアートワークです。アンバー氏は、次のように解説しています。このイラストは、絵画アダムの創造へのオマージュです。おもちゃたちは、新しい人類としての姿に導きと指導を求めて、プロトタイプに手を伸ばしています。しかし、プロトタイプ自身は、完全には手を伸ばしていません。なぜなら彼の本当の目的は、ポピーの元へたどり着き、永遠の命という形で創造を完成させることだからです。以前の考察では、この絵が反転していると考え、神とアダムの位置関係が逆なのではないかと考えていました。つまり、プロトタイプが手を伸ばしていなかったため、人間性は完成しなかった。利己的なプロトタイプの性格の象徴とも取れるように感じます。アートワークとは関係ありませんが、実は少し前、このアダムの創造の解釈が X で話題になっていたんです。ミケランジェロのアダムの創造において、神の指は完全に外側へ伸びていますが、アダムの指は最後の関節で曲がっています。これは、神は常に存在しているが、人間が自ら進んで神とつながるかどうかは、人間次第であることを示している、という解釈です。なるほど。ハロウィンアート。ハロウィンのアートワークは、複数のカボチャが描かれていました。まずはミームです。ロスミーム、そしてファイアエルモミームです。チェックエンジンライトについては、略して MIL と呼ばれることから、私はギボミームではないかと考えていました。しかし実際には、そのままエンジン警告灯のマークだったようです。これは明らかに考えすぎでしたね。エリオットの家庭環境まで勝手に深掘りしてしまいました。失礼しました。その他には、デルタルーンのテナの顔、ロングサイドアウティマルズのブランキー・ブランクス、ドクターの目、グロービ、ポピーの花、そしてプロトタイプの顔が描かれていました。この部分については、私はプロトタイプの顔ではなく、歯並びや顔つきから見て、プロトタイプと同時期に商標出願されたミスディライトの復活ではないかと考えていました。また、リリーの手と長い髪、さらに近くの家のカボチャは、スイートストリートの伏線でした。そして興味深いのが、3つの形状です。これら3つの形状は、バウハウスの色彩、形状理論に関連しています。簡単に言うと、デザイン理論の一つで、黄色と三角形は鋭く活発、赤と四角形は力強く安定、青と円は静かで調和的という共通イメージを結びつける教育的な考え方です。アンバー氏は、これについて次のように説明しています。これは特に、強いコントラスト、単純な色調、鮮やかな原色によって表現される、子供らしい美的感覚を示唆しており、それはこのチャプターのビジュアルやプロトタイプのデザインにも反映されています。確かにラボの色合い、グレーシーのテスト、プロトタイプの腕の色など共通した色が登場しましたね。ハロウィンのアートワークには、思っていた以上にチャプター5のヒントが隠されていました。ユールのアートタロット。ユールのアートワークといえば、やはりタロットでしょう。まずは剣の銃です。本来は10本の剣が描かれるカードですが、このアートでは9本しか刺さっていません。そして最後の1本は、主人公がラストでプロトタイプによって迎える最後を象徴しているそうです。つまり、とどめを刺されて絶望の底に落ちるということですね。これは納得でした。まさに伏線と呼べるような気持ちのいい回答です。すっきりします。もう1枚のタロットは愚者です。アンバー氏はこのカードについて次のように説明しています。プロトタイプの動機と関連しています。彼は王になること、あるいは不死を手に入れることを望んでいますが、その結果、自分の利己的な欲望によって偽りの預言者の愚者となってしまうことを示しています。また、次の格言とも関連しています。道化師が宮殿に入ってもスルタンにはならない。宮殿がサーカスになるだけだ。このデザインはプロトタイプの衣装へのオマージュでもあり、背景にはプレイタイム社の工場が描かれ、さらにポピーの花を持っています。つまり、
このカードが示していたのは主人公ではなくプロトタイプの動機でした。これは完全に考えすぎでしたね。深読みしてしまうのがホラムビの長所だと思っています。もっともらしく主人公だと考察している過去動画もぜひ見てみてください。ホラムビらしさがよく出ています。今見返すと完全にピエロです。ただここで一つ気になる点があります。それは目的としていた存在とは違う存在になってしまったという点です。さらにこの格言の内容からも強い皮肉が込められているように感じます。これはチャプター6での偽りの模倣者の末路を示しているのかもしれません。ユールのアート、他ルーン文字についても解説がありました。このフレームには4つのルーン文字が描かれています。これらを組み合わせると家族という象徴的な意味を形成しているそうです。これについて私は発売日を示しているのではないかと考えていました。しかし実際にはそのままルーン文字の象徴性についての解説でした。まあこれはモブが悪いですね。日付としても読み取れる形でしたし、順番なども変えられたのかもしれません。あえて数字として読ませる構造にしたこと自体がミスリードだったとも考えられます。恐るべしモブといったところでしょうか。蝶々はミス・グレイシーの蝶々、そして雲はプロトタイプの象徴だそうです。ゲーム中でもギブレットが触れていましたが、モブから正式にプロトタイプと雲のつながりがある示唆が出ました。これはこれまでの考察の積み上げ通り、ダディとの深い関わりを示しているのでしょう。ポピプレにおいて雲の象徴は明確にマミーの印象が強いはずです。それをさらっと解説している点もかなり気になります。このプロトイコール雲という関係は今後も史実として扱うことになりそうです。また丸、三角、四角の形については先ほどと同様にデザイン理論との関係です。列車についてはプロトタイプとの最終対決でプレイヤーが走り抜ける列車を描いたものです。ここで思い出してください。プレイケア、監獄、ラボの象徴ではないかと考え、それと結びつけるかのようにフォートナイトの資料まで引っ張り出してきた考察系 YouTuber がいました。ホラムビです。さらに破れたブロンの恐竜ぬいぐるみについてです。これはゲーム内に登場するブロンを示唆しているそうです。救済に出てきたブロンではなく、ゲーム中に登場する巨大なブロンでした。初見では模型かと思っていましたが、よく見ると内臓が出ていました。おそらく何かしらの実験体だったのでしょう。そしてギブレットの杖です。私のセグウェイを返してもらってもいいですか？ユールログに登場したあの車輪はどこへ行ったのでしょうか。さらにプロトタイプが窓の外からハギーを指さしています。これはチャプター5でハギーが刺される出来事を示唆しているそうです。そして暖炉の上のろうそくです。丸太の上に赤いろうそくが2本、その横に白いろうそくが1本置かれています。これはプロトタイプとの列車事故の後に起こる出来事を表しています。ポピーとプレイヤーは一緒に逃げようとしますが、ギブレットは逃げません。彼は身を隠すために後ろに残り、最終的にプレイヤーとポピーはプロトタイプによって命を落とします。このろうそくの配置はゲーム内のそのシーンを示唆しているそうです。また割られたナッツの生物画も描かれています。これは英語の慣用句、非常に手強い問題を示唆しています。つまり解決や理解、対処が難しい問題や人物、状況を意味します。これはポピーの頑固さに対処しようとするプロトタイプの状況を表しているそうです。さらにティーパーティーのシーンでプロトタイプが誤ってポピーを壊してしまう出来事も象徴しています。そしてリリーの肖像画と雲です。リリーの肖像画の上には雲の絵があり、百合の花の後ろに配置されています。これは彼女が吊り下げられた雲によって押しつぶされて敗北する場面への直接的なオマージュだそうです。誰がわかんねん。ユールのアートワークにはゲームを最後までプレイして初めて意味がわかる伏線がかなり多く含まれていました。カウントダウン、年末から新年にかけて連続投稿されたアートワークです。これらの新年カウントダウンのイラストは全てを組み合わせるとポピーの花の形になります。さらにそれぞれの反射の中には子供たちのリストバンドに刻まれた実験番号も確認できます。新年の投稿ではプロトタイプがポピーの花を持っています。これはこの場面が愚者のタロットカードと対応していることを示しています。つまりタロットの絵に描かれているポピーの花とプロトタイプが持っているポピーが対応しているということです。未だにタイトルの回収はされていません。似ているけれど違う、この言葉が意味している明確な答えは今回の解説からも得られませんでした。正直なところここはかなり期待していた部分でした。ホレアンダー、アンバー氏は強築等について次のように説明しています。
京畜島の花は美しさ、極度の警戒、そして深く、時に危険を伴う愛が混ざり合った象徴です。ポピーの花も象徴的な存在ではありますが、彼女が手にしている自然の赤い京畜島は、工場から抜け出したいという強い願望を表しています。しかしそれは、警告なしには成り立たない願いでもあります。一方で、プロトタイプは白い花を持っています。それは無垢さと非常に高い危険性を象徴し、赤い血に染まっています。これは、死によってポピーの花を模倣する存在を対比的に示しています。そして、プロトタイプが声を模倣する存在であること、さらに、どれだけ命を犠牲にしてもポピーにたどり着こうとする目的を象徴しています。なるほど。ここについては、過去の考察というより、ほぼそのままの解釈でした。先ほどのアダムの想像と合わせて考えると、プロトタイプは他の孤児を犠牲にしてでも、ポピーへたどり着こうとしていた存在と言えます。しかし、ポピーが工場から脱出するという計画は、最終的にプロトタイプによって阻止されてしまいました。発売直前に投稿された旧正月のアートワークです。このアートにはモールス信号が隠されており、一つは一緒に恐れよう、もう一つは今あなたは裏返しだと書かれています。発売直前の投稿ということもあり、ここには大きな伏線というより、雰囲気やテーマを示す要素が強い印象でした。まとめ、全体を通して振り返ると、アートワークには深い暗号というよりも、そのままの形で示された伏線やヒントが多かったように感じます。今思えば、そこまで複雑な情報ではありません。ただ当時は、そもそも何が伏線なのか、どこに意味が隠されているのかさえわからない状態で、完全に手探りでした。それでも、いくつかの要素については考察の方向性が大きく外れていたわけではなく、考察のアプローチ自体は間違っていなかったとも感じています。コメントでもよく言われますが、私は少し考えすぎなのかもしれません。ただ、それも自分のスタイルであり、考察チャンネルの存在意義の一つだとも思っています。例えば剣の10のカードについても、発売前の段階で、もしかしたら主人公がプロトタイプに刺される伏線ではないかと予想していた方もいたと思います。こうしたものは、考察と妄想の境界にあるもの、いわば妄察に近いのかもしれません。とはいえ、今回の答え合わせを通してみると、重要な示唆を大きく取りこぼしていたわけでもありませんでした。その意味では、アンバー氏の作品とは相性が良いのかもしれません。そして、次回以降につながりそうな情報として一つ挙げるなら、ユールのろうそくの解説です。そこでは、最終的にプレイヤーとポピーはプロトタイプによって命を落とします。という表現が使われていました。これはかなり重要な史実だと思います。少なくとも、主人公はともかく、ポピーまでもが死んでいた可能性が示された形になります。そして、それを裏付けるかのように、発売後に公開された公式 YouTube 動画のサムネイルには、ポピーの死とリリーの髪がはっきりと映り込んでいました。ティーパーティーのシーンでプロトタイプが誤ってポピーを壊してしまう出来事。これも見逃せません。やはり、あの驚きは、プロトタイプも意図しない結果ということなのでしょう。まだ多くの謎は残っています。それでも、また1年間考察できると思うと、正直かなり楽しみです。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。